皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画はアメリカの経済がいよいよ破綻に向かっているのではないかというきな臭い情報をお届けしようと思います。今アメリカ国民の生活はどうなっているのか、景気は回復に向かっているのか、それともどん底に向かっているのか気になるところではないでしょうか。日本においては公共放送である NHK が直近で報道しているアメリカの状況とシンクタンクなどの報道のそれとは真逆に近い状態です。テレビ報道をメインの情報源にしている人にとってはアメリカは絶好調であると移り、政府が推す投資に老後資金を注入しているわけですから恐ろしい話です。そして今現在のアメリカでは BNPL という支払い方法が急速に拡大しており、日本においても広がりつつあるそうです。それは一体どんなものなのか、またグローバリストたちが仕掛ける罠なのでしょうか。次から次へと提供される便利なサービスはもしかしたらますます生活困窮者を増やすことになるかもしれません。今日本やアメリカで何が起き始めているのか、私たちにとっても重要なことだと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、冒頭で話をした直近のアメリカに関する NHK の報道にはびっくりしました。ご覧のように2023年10月25日の記事には、アメリカ絶好調、消費は堅調であるということが書かれています。もちろん 100% 何の懸念事項もないとは言っていませんが、少なくとも専門家が考える長いスパンで見たアメリカ経済の懸念やリスクについての回答では、アメリカ経済で興味深いのは、消費者と企業の収支バランスはいずれもかなり健全なことだと回答しているから問題ないという認識なのでしょう。本当にそうなのでしょうか。先日の動画でもお伝えしましたが、今アメリカでは資産残高25位以上の銀行の支店がわずか1週間で54カ所も閉鎖している状況です。この背景にはオンラインバンキングの普及によってリアルな店舗が不要になってきたという流れだけでなく、流行り病蔓延時期に配られた補助金を使い切った消費者が預貯金を切り崩し始めたことによる預金流出に大きな原因があるとのことです。なので一時期に消費は好調だったというのは嘘ではないかもしれませんが、水面下で何が起きているかということの深掘り情報が欠けていることが問題ですよね。例えばその国の景気を見る方法の一つに失業保険や雇用保険の新規申請数、継続数などが参考になりますが、アメリカは新規失業保険の申請数が増えてきています。失業率は公表で 3% 台となっており、それでも失業保険申請数が増えている現状に社会不安が巻き起こっています。ちなみに日本は 2% 台で推移しています。参考までに世界の失業率を見てみると IMF のデータではこのようになるのですが、他国はすごいことになっており、失業率が 30% 以上のところもあります。それでも上位にランキングされている国々は日本経済に直接影響はないと思われますが、こういった統計というものは鵜呑みにしてはいけないということがわかる例として、隣の赤い国の状況を確認する必要があります。なんと 5% 台でランキングされています。データは2022年ということなのですが、直近の失業率は約 21%、報道によっては 26% という発表が当局から出たのを最後に公表はもうしないという発表もありました。その実態は 50% を超えているのではないかという見方もありますが、メンツを重視するチンピラ国家ですから、都合の悪いことはひた隠しにしておいて、結局は世界に迷惑をかけるというのがお家芸です。リアルに起きていることとは、公務員への給料の未払いも発生していますし、過去に払ったボーナスの返納を求めている動きもありますので、もはや国家として成り立たなくなってきていると思います。そんな状況にもかかわらず、まだ日本の親中議員は隣の赤い国への投資を進めたり忖度するような動きをしていますから、もう国賊でしかありません。このツケはいずれ日本に降りかかってくるので、これはこれで対策が必要になると思われます。話を戻しますと、アメリカ人の消費に関して NHK の報道内容とは全く違った実態があります。それはクレジットカードの延滞率の増加です。なんと流行り病蔓延前の水準を上回ってきているのです。流行り病蔓延時には失業者が増えたのですが、政府給付金や学生ローンの支払い免除などにより消費者負担を減らした政策もあったので、その効果はプラス面として働いていました。ところが流行り病蔓延の収束で日常が戻り、景気が良くなったと思ったところに給料の上昇以上に物価高騰に見舞われました。その結果
支払いの先延ばしであるクレジットカードのリボ払いなどを多用する人たちが増えてきているのです。ゴールドラインの記事によると、決済サービス情報特化メディアと金融サービス企業の共同調査の結果が出ています。2023年5月時点で米国の消費者の 57% が給料ギリギリで生活をしていると回答しており、さらに給料の一部でも貯蓄に回していると答えた人はわずか 32% にとどまりました。これはつまり、多くの人々が貯蓄を切り崩しながら生活していることを意味します。クレジットカードの返済に問題を抱えていると回答した人々の平均支払い額は、彼らの平均貯蓄額の 157% に達しており、貯金を全額使っても返済が追いつかない状況だというのです。これらの背景によって、冒頭に言った大手銀行の預金流出を原因とする支店閉鎖の動きになっているというわけです。これらの動きは決して人事ではなく、日本でも起きていることです。つまり今後は間違いなく消費は低迷するしかない方向に世の中の景気は動いているということであり、不動産が好況であるという日本国内の報道には真偽を含めて疑問を感じてしまいます。あくまでも肌感覚なのですが、私にはババ抜きにしか見えません。そして今世界中で普及が進んでいる BNPL という決済方法がこれまた問題になりそうです。この BNPL というのは Buy Now Pay Later の頭文字を取ったもので、今買って支払いは後払いという意味となります。それはクレジットカードと同じではないかというツッコミが入ると思いますが、実はそうではないのです。ここにはクレジットカードのリボ払いと同様、もしかするとそれ以上の危険が潜んでいるかもしれません。少なくとも私はそのように感じています。まずは早速 BNPL について説明をしていきます。引用資料は財務省の広報誌ファイナンスからとなりますが、 BNPL のシステムはご覧の図のようになります。それによると、店舗や EC サイトで商品購入やサービスを利用した際にアプリなどで支払いをするという形になっており、分割も可能というものです。これだけだと電子マネーやクレジットカードと何ら変わらないわけですが、大きく変わるのは手数料を誰が負担するかという点です。分割支払いをした際に金利を払うのは消費者であるのが常識ですよね。ところがこの BNPL での分割手数料の負担は販売した店舗側負担という仕組みです。そういえば思い当たるサービスがあることに気がつきますよね。金利手数料無料、分割手数料は当社負担という売り方をしている EC サイトや店舗を見たことがあると思います。ただ、従来のシステムではその決済会社が既存の審判会社によるシステムであったため、クレジットカードが作れない人や余震に問題がある人は利用ができなかったと思います。なんとこの BNPL では、そのような状況で分割支払いができなかった人たちにも利用が可能になってきたというわけですから画期的なのです。もちろん利用の仕方によってはさらに借金地獄に陥る危険性も含まれているということになります。ではこれが全く新しいサービスかというと、財務省の広報誌によるとご覧の通り結構前から存在していたことがわかります。しかし、その特徴を見ると利用にあたっての審査はクレジットカードやローン会社、銀行ローンに比べてはるかに緩く、あっという間に審査が通るし、分割払いになったとしても金利手数料は 0% であるため購買意欲が一気に上がるというわけです。今後のこの市場というのは18兆円規模になるということで、消費が冷え込んだ市場、特に若い年齢層の人たちがお金はないが商品は購入したいという欲求を満たす決済手段になるのではないでしょうか。考えてみればこのシステムは、普通にローンを組むと手数料を払うのが馬鹿らしいからと、親に立て替え払いをしてもらって毎月親に返済していくというノリに似ていると思いませんでしょうか。すごいシステムでよくこんなこと考えるなと感心する一方で、店舗側目線で考えるとゾッとすることも起きてきます。というのは、ご覧の通りクレジットカードと比べて店舗負担の決済手数料が割高なのです。店舗側はこの決済システムを導入したくても利益の圧縮につながることにもなるので、二の足を踏む経営者も出るのではないでしょうか。ところが消費者の懐状況は今後も物価高は収まる気配もないし、一括でそこそこの商品を買うのは厳しいと予想されます。かといってリボ払いは限度額に達しているというケースの場合でも BNPL では購入できてしまうわけです。そうなると消費者は BNPL 決済ができる店舗での商品購入やサービスの利用を選択することになるわけですよね。そうやって考えると、この BNPL というシステムはグローバリストによる薄利の企業や店舗を潰しにかかる戦略なのかもしれません。少なくとも薄利での経営をしている店舗などは生き残るためには厳しい状況になっていくと思います。
同時に生活に困窮する消費者が増える要因がまた一つできたということになります。今の世の中はぼーっとしているとどんどん収入や財産を吸い取られてしまうことになっていく流れにありますので、ますます情報弱者は食い物にされていくのでしょう。いかがだったでしょうか。消費者の借金付けが加速するような仕組みがまた新たに話題になってきていますが、そういった支払いシステムが悪いのではなくて、あくまでも利用者本人の金融リテラシーによって左右されるものだということは誤解なきようお願いします。今回紹介した支払いシステムは消費者目線で言えば魅力的であることは間違いないのですが、店舗側は資本力のある、もしくは利益率が高いところしか利用できない、つまりは生き残れなくなるという部分で言うと、日本の経済にはマイナスの方が大きくなるような気がします。私の大嫌いな資本力のあるグローバル企業だけが生き残るなんてことになったら、外食産業で言えば何を食わされるかわからない状態になりますので、それを防ぐには個人店舗や地元の商店で現金購入するというのが最善手ではないかと思います。人類が反省すべきは自分さえ良ければいい、自分さえ得すればいいという発想だと思います。自由経済という名のもとにモラルを超えたことが正当化されていることが、世界に不幸が蔓延している原因の一つだと私は思います。そのような視点を持つ人が一人でも多く増えれば、良い世界が実現できるのにと思います。そういった意識を持つだけでも効果があるはずなので、参考にしていただけたらと思います。それにしても気になる今後の日本の状況というのは試練続きになりそうです。少し長い期間で見れば良い世の中になることは確信できるのですが、そうなるまでの過程でのここ数年はかなり厳しくなることは予想されますし、場合によっては命の危険にまでさらされるような出来事も起きると思います。ぜひ今のうちに食料備蓄と日用品の備蓄は年単位で準備した方がいいでしょう。特にこれから迎える厳しい冬に停電や石油の高騰、入手困難な状況になった場合にどうするかなどの対策を考えることも重要です。飢えと寒さが同時に起きたらおそらくメンタルは崩壊することになると思いますので、買い置きは損になるどころか、物価高においては今が最安値であり、資産保全ということにもなります。ぜひ共にこれから迎える試練を乗り越えて生き延びていきましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。